こんにちは、ネイリストの中山千恵子です。今回はサロンワーク動画なんですけれども、ちょこちょこコメントでいただいていたので、今回はリペアの動画です。それでは早速表面を削っていきます。ジェルオフの時と同じで表面を削っていくんですけれども、ジェルオフの時は結構そんなに均一な厚みとかを気にせずガツガツ削っていくんですけれども、リペアの場合は表面が均一に薄くなっていくように削っていきます。土台がデコボコしていると上からカラージェルを塗った時にどうしてもデコボコしてしまうので、ジェルオフの時よりもリペアの時の方が表面気をつけながら均一になるように削っています。リペアの時は次に塗る色が例えば真っ黒とか真っ赤とか下の色が影響しないような色を根元から塗る場合ですと、多少前回のカラージェルが残っていても大丈夫なんですけれども、今回のお客様はいつも透け感のあるシアーカラーが好きなお客様なので、下のカラージェルが残っていると次に上から塗るシアーカラーに響いてきてしまうので、カラージェルは残さないようにベースジェルだけを残すようにしっかりと表面を削り込んでいきます。なのでジェルオフの時と同じように一本の指だけをずっと長い時間削っているとどんどん摩擦熱が溜まってきてお客様の爪の表面が熱くなってきてしまうので、徐々に薄くしていきます。まず最初ある程度表面を薄くしていくときはいつものジェルオフと同じぐらい結構ね回転早めで今削っています。最初からゆっくりだとカラージェル削っていくの結構ね時間かかっちゃうので、最初の段階ではいつものオフと同じように速いスピードで表面をどんどん薄くしていきます。一回一周したのでまた元の指に戻ってきてさらに徐々に薄くしていきます。甘皮周りを削るときは地爪を削らないように注意しながら削っていきます。そろそろカラージェルの部分がだいぶ薄くなってきたんですけれども、ここでなんと浮きを発見しました。この角っこのところですね、ちょっと色味が違くなってるの分かりましたかね。ここの部分しっかり取っていきます。リペアの時は前回のベースジェルを残したまま上からもう一度塗っていくので、浮きが残っていると中に浮きを閉じ込めてしまうことになります。そうするともともとそこの部分浮いていることになるので、さらにそこから中浮きが広がってしまう原因になってしまうので、必ずしっかりきれいに取っておきます。後でもう一度表面より削り込んでいくんですけれども、ここで一度先端を整えていきます。前回オーバルの形だったんですけれども、今回はスクエアにしたいというのと、できるだけ長さは長いままでいたいということだったので、少し先細のスクエアにして形を整えていきます。先端の形やアウトラインが整え終わったので、さらに削り込んでいきます。今、動画を倍速など早めていない状態なので、よく見るとわかるかなという感じもするんですけれども、ビットの回転数を遅くしています。グリーンポイントとか甘皮を押し上げる時よりは早いんですけれども、普段のジェルオフや先ほどの表面ガツガツ削っていく時よりは回転数を落として丁寧に表面を削っていきます。
ジェルネイルがね、もうかなり薄くなっているので、あんまり早い回転でガツガツ削っていくと、お客様の爪が厚くなってしまったりとか、あとはね、ベースジェルがちょっとめくれてきてしまったりすることがあるので、少し回転数を落として、丁寧に優しく表面を削って、際の部分だったりとか、少し残っているカラージェルをすべて取り除いていきます。このマシンを持っている手も爪に圧をかけないように表面をふわふわと削っていくようなイメージです。表面がようやく削り終わりました。表面削ってもう一回ちょっとね、先端気になるところがあれば軽くファイルで直してから、この後はいつも通りのプレパレーションですね。ドライケアだったり甘皮のケアですね。とか、スポンジファイルで表面を整えたりしていきます。それでは甘皮のケアをしていきます。かなりもうね、ベースジェルだけになっていて、厚みはないので、いつも通りグリーンポイントを使っていきます。マシーンの使い方動画も別の動画であるので、概要欄に貼っておきますね。甘皮あげる前の時点で、おやっと思ってる方もいるかもしれないんですけれども、今回もこちらのお客様は1ヶ月とちょっと空いているんですけれども、甘皮がね、本当に伸びないんですよ。私は結構本当に1ヶ月とか放置してしまうと、甘皮も伸びてきてしまうし、その下に一緒に出てくるね、このケアの時に出てくるルースキューティクルっていうなんかちょっと白い、なんだろうな、いらない部分というかゴミのような部分が一緒にね出てくるんですけど、それもねあんまりないんですよね。本当にちょっとはあるんですけど、すごい非常に少ないお客様ですね。先ほどお話に出てきたリュースキューティクルですが、こちらは私のもう1ヶ月以上放置しているマイネイルです。ここの甘皮の部分よく見ていただくと、この甘皮のところから爪の表面にかけて白い薄く覆っている薄い角質の膜のようなものがあります。こちらがルースキューティクルで、これが残っているとジェルネイルが浮きやすくなってしまうので、根元からねジェルネイルが浮く場合はルースキューティクルが残っていて、その上から塗ってしまっている可能性が高いです。なのでしっかりとケアの時にルースキューティクルを取り除いておきます。そしてここで最終チェックをしていたら、先端にも少し浮きを発見しました。なのでここもしっかりと浮きは取っていきます。浮いている部分はもう爪にくっついていない部分なので、今みたいにねビットで削っていくとポンって弾くように飛んでいきます。で、そこの浮きの部分だけ取るとカクッとしてしまうので、周辺の部分もなだらかに坂道のようにねつながるように削っておきます。それではあとは爪の表面にスポンジファイルとキューティクルニッパーを甘皮にかけていきます。スポンジファイルはね、ジェルオフの時と違って今先端のところジェルが乗っているので、そんなにいつもみたいにふわっと優しくっていうほど気をつけなくても大丈夫なんですけれども、地詰めの部分はしっかりとかけて、地詰めとジェルの境目の部分もよりなだらかになるようにしっかりとかけておきます。
それではニッパーをかけていくんですけれども、本当に甘皮伸びてないですよね。もうね、小指に関してはほぼ甘皮整える必要がなかったので、今回はニッパーは小指はかけずに、他のね、ちょっと気になる指のところ、整えていきます。今回のサロンワーク動画前編はここまでとなります。そして次回の動画ではまたこのリペアの上にね、シェアカラーのワンカラーを塗っていくので、どのように仕上がるかを楽しみにしていてもらえたら嬉しいです。今回も最後まで見てくれてありがとうございました。いつもと違ってリペア編でしたがどうでしたか？それではぜひ後編も楽しみにお待ちください。また見に来てくださいね。またね。